年中行事覚書7柳田国夫神の巨来と風雨。この旧11月23日の晩に必ず雪が降るという俗信は大志向という名の知られているよりももっと広い区域に行われている。それが大体に日本海側、水のあちらへ流れている地帯に現在は限られているらしいのは天然の証拠が挙げやすかったためかと思う。ただしその由来の説明としては越後から南西にはまた別の話が伝わり、大宇六県などはかえってこの点にあまり力を入れていない。その理由も私にはやや分かったような気がする。東北ではお大師は常の日はどこにおられるかを言わぬに対して、こちらでは毎年この一夜に限り村々家々をへめぐって人の心を見て歩かれると語り伝えていた。そうしてさらに珍しいことにはこの尊い旅人の足が不具なので、足跡によって通り筋の分かってしまうことを厭い、必ず雪を降らせてその跡を隠させる。それで後隠し雪という名ができたと言っている。これは越後の魚沼川渓谷などの話であって、わずか形を変えて鳥取県の辺りまで行われているのだが、いくら話だとしてもお大師様の足が伝母であったというのはひどいと思ったものであろうか。他の多くの土地にあるものはまた一趣向を添えていよいよ昔話と近いものにしている。昔々いたって貧しい老女の家にこの晩大師が来て一泊を求められた。何一つ参らせるもののないのを悲しんで夜更けにそっと出て隣の稲の一羽を盗み、または一本の大根を畑から抜いてきた。ところがこの馬場は足が片輪で指が一本もないので足跡ですぐ発覚する。それが不憫と雪を降らせたのがお大師様であった。その因縁に基づいて今もこの晩はきっと雪が降り、それをすりこぎ隠しとも伝母隠しの雪とも土地の人は名付けているという。この形の話の最終せられている土地は多くまた広く、一つの教訓譚としては守備整ってもいるが、私などから見るとこれも一種の合理化であって、つまりは古い頃の俗信の一部がもう希薄になった結果としか考えられない。大師と名の付く瞑想にそんな足をした人はもちろんあるまいが、雪を自在に降らせるような大師もいたろうとは思われない。実際は下月三夜の晩に村を回って歩くと信じられていた神または尊霊を大師と呼んだわけがわからなくなったからと見るより他はないのである。信州の西川流域などは一般に物の皇帝長譚があることを山の神と言い、その根本には山の神が片足神であるという俗信がまだ残っているらしい。現在は片足神がすでに鎮馬となり、それゆえにまたこの日の前に長譚の箸を上げ、さらに長いものをもう一本杖として添えるのだなどと言っているところもほうぼうにあるようだが、最初はただ我々の山の神が一本足で山を折り登りせられるものと単純に信じ得た時代もあったのだが、おいおいとそんなことは信じにくく、古い話を少しずつ改造しなければならぬようになったのではあるまいか。私などの聞いているだけでも今でも山中にそうした形をした霊物が住むという話が階段のようになって各地に保存せられている。例えば紀州の山奥で一本だたらまたは雪入道などというものは、雪の上に大きな距離を置いて丸い筒のような足跡をとどめたのを見るといい。土佐の寺川郷で昔ある人が目撃したという山じじなども、ただ一本の足でぴょんぴょんと跳ね歩いてきたなどと、目の迷いかは知らぬがとにかくにこういう隔絶した一致がある。朝鮮でも中国でも、また北欧の前代神話でも、神を独脚に創造していた記録が多いというだけは少なくとも事実であった。詳しく解いていくとかなり面白い話になるのだが、これは何分にも年中行事の解説には縁が遠い。ここで私たちが注意してよいと思うのは、風と節句の人の関係であって、それは必ずしも旧暦11月下旬の頃のいわゆる大四股吹きだけの例ではないことである。雨でも雪でもしとしとと静かに降るのでなく、普通に強い風を伴って、海のあたりならば海が荒れる。
単に北海に面した地方だから、冬分はそういう日が多く、偶然にちょうどそうなるのか。ただしはまた特にこれらの節日の前後が強い風の出る頃なのであったか。もし後の方ならば、この下月祭りの日の選定には、初めから自然の指導を受けていたことになるので、我が国の気象を研究する人たちと共に、もう少し進んで考えてみたい問題である。今日まだ説明のつかぬことが、これによってはっきりとしてくるかもしれない。冬の節句の中では、いわゆる大志向武器の他に、問題になる日がなお2度はあって、いずれも皇帝の暦法には認められず、民間では今でも相応に力を入れている日であり、また国内の大部分の一致もある。ちょうど9、10月の神無月の初め、9月みそかから翌1日の朝にかけて、神のお立ちと称して村々の社の祭りがあり、また一月後の11月の1日頃には、神迎えまたは神のお帰りといって、同じような祭りがある。神信心の暑い土地では、領土とも神社に夜の宮ごもりがあり、少なくとも住民の参拝がある。多くの土地の言い伝えでは、村々の氏神はこの一月の間、出雲の国に出かけて会議をなされるという。またそういうことが書物に載せられてあるのも、数百年以来のことであるが、私たちに少しも了解し得ないのは、どうしてそのようなことを国中こぞって信じ始めたろうかという点である。もちろん最初からこの通りであったからと答える人も多少はあるのだが、そう思ってしまうにはなおいささか証拠が足りない。そうすると以前この両日に何か特別の行事があって、それがいつの頃よりか神々の出雲行きという解釈に傾いていったと見るのほかはないのだが、久しく心がけているにかかわらず、それにもまだ完全な民族資料が十分に備わっているとは言えないのである。九州の北部一帯、ことに海に接した地方では、神の出雲行きを一般に信じていて、前後領土の祭りといううちにもことにお帰りの日の儀式が早朝であるようだが、この辺りでは神渡し及び神戻しというのが2つの日の名でもあれば、同時にまたその日の風の名でもあった。すなわちちょうど出雲の方角へ、次にはまた出雲の方角から吹いていきまた吹いてくる大きな風であり、これによっていよいよ父祖以来の言い伝えの確かであることを感じていたかと思われる。まだ実地に確かめてはいないのだが、この風は多分船地に便な右折を伴わない晴れの風であったろう。ところが鳥取県の八郡などで、神返しというのは10月の25日であれびであった。美濃の揖斐郡の山村では、11月の3日が、氏神の出雲から帰りたまう日であって、岡倉荒れと称して天気がよく荒れる。風の方角は必ずしも問わなかったろうが、風雨を冬の祭りの兆候としたことは、あるいは神々の遠くへ旅をなさるという信仰を固め、従ってまたある一つの地方のそういう信仰が、宣教者以上の感化を資金の地に与えたということもないとは言われまい。